给我瞄准了打！注意看，日本排名第一亲手 KO 了他亲如手足的亲弟弟，一记无情顶膝打碎了他们之间30年的感情。为了名利双收稳住世界第一的位置，不惜拿亲弟弟来充当垫脚石。这个毫无人性的家伙叫卜部宏松，是日本踢拳界排名第一的王者。他连亲弟弟都敢打，更何况是与他不相干的人。一个二个全部被他打得直瓦乱叫，痛不欲生。要人命的重拳加上他那杀人如麻的顶膝，还有他那横扫一切的腿法进攻，短短3个月便从籍籍无名的踢拳选手成为了踢拳王者，甚至还获取了踢拳界副会长的竞争资格。在他夺得金腰带的那一刻，卜部宏松彻底飘了，竟然拿起话筒羞辱中国选手。看到没有，我腰上的金腰带是他们中国人一辈子都得不到的东西。自古以来，中国都是以东亚病夫著称，只要中国人敢来日本挑战我，我必会让他们感受一下踢拳界扛把子的威慑力。本来中国选手和他之间没有任何瓜葛，经过他的一席话，中国选手们彻底和他结下了梁子。裘建良领衔中国战队出战日本东京，负责迎战卜部宏松的中国队员叫郑军锋。简单介绍一下郑军锋，他绰号叫铁臂侠，这是他第一次出国打比赛，于是众多拳迷粉丝都不太信任郑军锋会赢下比赛，甚至还大胆预测郑军锋撑不过1回合就会被打败。郑军锋也是临危受命，只有短短5天的备战时间，这就让本就不被看好的郑军锋备受质疑。话就不多说了，来让我们欣赏一下郑军锋的精彩表现。白色短裤红色拳套是中国勇士郑军锋，红色短裤蓝色拳套是日本排名第一卜部宏松。本来郑军锋就缺少出国打比赛的经验，再加上郑军锋还是临危受命，只进行了短短5天的备战，就急匆匆跟随裘建良来到了日本东京。面对眼前这位鼎鼎大名的日本排名第一，郑军锋自身有很大的压力，内心也很紧张，但郑军锋手中的拳头不允许他畏惧。そういうところで対策どう練ってるのか。ただ今みたいなまずローキックで前足潰すっていうのは、こういうタイプはいい戦略ですね。ちょっとこうでもスパーリングなどでもこういうタイプ用意できませんよね、練習では。さらに強力なパンチがあって、それで KO するなんていう公言もあります、ジェン・ジュンフェン。総合格闘技もその下地にあるということですが、ただこうやっぱスピードとか、そういったこう身体能力的な部分っていうのはもともと古高選手ありましたし、さらにね磨きがかかってるという気もね。武术散打出身的郑军锋根本不在怕的。虽然郑军锋是第一次出国打比赛，但郑军锋在国内也打过外国冠军，输少赢多的战绩也是让郑军锋有了这次出国打比赛的机会。然而卜部宏松虽然很厉害，但所迎战的中国选手次数非常少，也不知道这家伙为什么对中国选手如此仇恨，或许是没有被中国选手的重拳暴揍过。注目武術の型はトーロというそうですが、その複合の技ですよね、連続する。それがさあベースというのがジェン・ジュンフェン。佐伯さん、どんな風に出だし見えますか？いや、ジュンフェン選手の動きがめちゃめちゃ速いですね。はい。あとさっきのああいう膝蹴り、飛び膝とかも怖いですし、浦部選手はどうやって戦っていくかですね。今膝頭への蹴り、それからかかとも当て込んでいく。外からローに左フック。そうそう、ああいう蹴りから踏み込んで思いっきりパンチ振ってくるんですよね。ヤコヒリマクさん、これまた怖いファイター来ましたね。いやもうね。郑军锋在来日本之前做了大量的研究与讨论，还特意请教了铁英华和魏睿。虽然只有短短的5天备战时间，但郑军锋已经对眼前这位日本排名第一有所了解。不管卜部宏松实施什么样的进攻招式，都无法给郑军锋制造太大的麻烦和威胁。因为卜部宏松在赛前大肆叫嚣中国选手，于是郑军锋肚子里憋着一肚子火。右の右ハイ大砲、そして速射砲とジェン・ジュンフェン。ヒーローコール、ヒーローコールにも聞こえます。中国はフィジカルがすごいんで、本物のテクニックを学んだらちょっと怖いですね。いや、ここからまたさらにってことですよね。まだ荒削りなところは見えてるんですけど、これが本当にテクニック完璧になったらちょっと怖いな、本当に。他の競技同様、本腰を入れれば何でも強い。第2回合开始了，郑军锋发怒谁也拦不住，拿着沙包大的拳头就往卜部宏松的脑袋上打。接下来这一幕绝对是郑军锋的高光时刻，这一拳彻底让那些不信任郑军锋的那些拳迷粉丝深深陷入了质疑，完全不相信郑军锋竟然能有如此庞大的爆发力。经过裁判的一番询问，卜部宏松再次投入到比賽之中。結構だ全部こうフルパワーで打ってるんで、そういうところはまだあんまり上手くないかなと思うんですけどね。そこをちょっとどうバランス崩していくか。
右ストレートから浦部です。浦部選手もものすごい調子いいと思うんですよ。はい。あとはどう当てていくかですよね。きっちり今回、その自分のいけない部分ですね、すぐ修正するということを心がけてきたようです。うわ、ローの打ち合い、前蹴り、でもプレッシャーをかけてきているようですね、浦部。これ膝の内側、連打で放ってくる。ここも突破。看上去郑军锋打出的进攻很精准，所打出的每一次进攻都能精准命中卜卜红松的脑袋，但这些拳法进攻根本无法一招制敌。就算卜卜红松挨到了数十次重击，卜卜红松依然能稳稳的与郑军锋展开激烈对抗。不得不说，卜卜红松这个家伙的抗压能力真的很强，都被郑军锋打成了这么熊样，依然能照常发起一系列防守反击来与郑军锋展开对拼。いやー、佐伯さんすごいですね。ヒリヒリするようですね。ちょっと足上がってる。ナイス膝。ああいうテクニック、細かい技はあんまり高選手今まで出したことなかったんじゃないですか。これをこの大一番。そうですね、足への膝蹴りとかあんまり出してないですよね。そうですね。大事な大事な佐伯戦です。第2代 K1 ワールドグランプリスーパーフェザー級チャンピオンでもある浦部弘隆、28歳になりました。そこにローキック、ジェイ・ジューフェン、ローを返します浦部ですね。このラウンドロー蹴ってきたですね。とにかくローですよ。はい。サイドキック。郑军锋不发威，难道真以为郑军锋是病猫吗？别以为卜卜红松是日本排名第一就可以碾压郑军锋。郑军锋在国内获得过全国武术散打冠军，一个全国冠军的含金量堪比日本排名第一。毕竟中国可是泱泱大国，拥有肥沃广阔的土地，小小岛国在中国眼里毛线都不是，一个小小的排名第一而已。在郑军锋眼中，卜卜红松只是一个小小的踢拳选手，这并不是小看卜卜红松，而是事实就是如此。再び場内ヒロコール。インドちょっと小比巻さん、これ左足のダメージ浦部どうですか？いや大丈夫です。しっかりと自分の軸を作って、もう一回ローをしっかり蹴ればいいです。軸を作ってという浦部、あと10秒を切りました。ロー当てて少しでもいいから蹴る。ロスー当てる。トレートからパンチから来ましたね。ローから今入りましたね。右のそうこれでいいんです。これでいいんですよ。浦部君の弟がついてるんで、しっかり的確なしてると思います。第3回合开始了，为了能在日本观众面前大放异彩，卜卜红松直接拼了，宁愿挨到重击也不愿一直被郑军锋所压制。难道日本人也有羞耻心吗？连自己亲弟弟都敢无情 KO 的人，他能有什么自尊心？为了捍卫在观众面前的尊严和脸面，不惜耗费所有体能来猛压郑军锋内围做动作，也不愿让郑军锋一直掌控比赛节奏，长时间占领大比分优势。これ前足ロー効かされるとパンチに力入らなくなるんですよ。はい。だからローはね、これでいいんですよ。今ちょっと足上がりましたね。チェン・ジュンフェン。あとはその右のね、思いっきり振ってくるストレートですよね、ジュンフェンは。多分あれにかけてくると思いますよ、この後は。攻撃、弘隆選手がロー蹴った後の右のパンチを多分狙うと思うんで。でこれローが空振りされるようになってきたら、軽くジャブつけばいいんですよ。そうするとまたロー当たりやすくなるんで。これ相互効果。ロー当てる。今ロー当てたい。裏で前に出る。左膝できました。まだロー、まだロー。まだそうですか。佐伯さんは何？郑军锋已经全方位压制住了卜卜红松，不管卜卜红松如何拼命往死里打，都无法撼动已经掌控大比分优势和比赛节奏的郑军锋。台下的日本观众也在不断给卜卜红松加油助威。卜卜红松越着急，郑军锋就越开心。投机不成蚀把米的卜卜红松彻底被打废了。从比赛一开始就被郑军锋疯狂压制。待郑军锋了解卜卜红松作战计划之后，才是郑軍鋒真正个人秀的開始。ダブってこいローけど。これ小比巻さん、圧力自体はかけてるんですか、浦部は。嫌がってますよ、完全に。完全に嫌がってるんで。サウスポースタイル。左のはい。出させていけるか、自分から軽くパンチ振ってから出すか、ローですね。中村さん、あと1分ですね。そうですね。ちょっと手数が欲しいですね。少し止まってますか、浦部も。ジェン・ジュンフェンも手数が少なくなりましたが、今ここでこそ出たい。一発をね狙ってるんだとは思うんですけど、そうそこに攻撃が出さないことにはね。卜卜红松为了名利双收，连亲弟弟都 KO 了，结果在中国人面前的表现却是大跌眼镜。此时的郑军锋正在接受真正的考验，面对已经发了疯的卜卜红松，郑军锋正在拼死抵抗，在确保不丢失点数优势的前提下，
照样会打的补部红松难以组织更多有效进攻来与之对抗。そこに右にカット幅に重力したさらにストレート全ての武器をホムに持ち込めるかどうかがバニーザ日本の大将にかかっています。明らかに嫌がるジェイン・キュンフェ裏目のパンチ右ストレート。最终郑军锋获得了比赛胜利。尽管补部红松拼了命往死里打，那也无法改变要输比赛的事实。郑军锋首次出国打比赛以胜利结尾。如果满分是100分的话，你会给郑军锋打几分？视频到这就结束了，咱们下期不见不散。